お。はい、皆さんこんにちは。車の大自然家シルピーです。今回はこちら、皆さんご存知でしょうか。IK のホームプロ2という商品ですね。僕はねちょっと知らなかったんですが、今結構人気みたいで、加圧式の泡泡洗車ができるものですね。で定価が5500円で、ヨーロッパのメーカーになるのかな。僕も似たような商品持っていて、まずはソフト99のモビルフォーマー、あとはダイソーの蓄圧スプレーを優れもん自動車の久世さんの真似して作ったやつと、もう一つがグロリアのホームマスター FM10。 この3つがあるので、使い比べながらどんな感じか見ていこうかなといった感じです。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。こちらがホームプロですね。で中身が、さっきちょっと開けちゃったんですが、こういった感じです。でもともとはこのノズルがこうついています。でこれが本体なんですが、これと別にフィルターとかいろいろついています。これが何かと言いますと、ここにつけるやつ、これが緑と赤着せ替えができます。でこれは同じの2個買いましたとかなった時に分かりやすくするためのものです。であとはオレンジと緑のミキサーと呼ばれるものですね。これは今これグレーのがついてるんですよ。このホースを外して、このミキサーと呼ばれるもの、これをこういう風に緑にしたりオレンジにしたりすることができます。でこれ何が違うかっていうと、こう穴の大きさが違います。でオレンジが一番でかくて、中間がグレーで、緑が一番小さいみたいな感じですね。この穴の大きさが違うことによって、シャバシャバな感じなのか泡々な感じなのかっていうのが変わってくるみたいです。とりあえずちょっとグレー中間のやつでやってみようと思います。そしたらグレーに付け替えて、であとこのフィルターね、これ10個ついてるんですが、このノズルの先端部分を外すと、この中にフィルターが入ってます。でこれがなんか詰まることがあるらしいんですよね。シャンプーとかが固まっちゃったりするのかな。そういう時にこれを引っこ抜いて、またこっち替えのやつを使うと元通りみたいな替えのフィルターが10個ついています。説明はこんな感じですかね。でこのノズルも縦と横こう緩めれば調節できます。横向きか縦向きか選べますね。僕縦派なんで縦にします。であとはポンプアップしてシューといった感じですね。でここにもスイッチついてて、これはロックです。これねすごいありがたい。加圧されてて勝手に押されてビュッてこう出る時あるんですよ。それがこのロックあることでそれを防げるっていうのと、あとこれは排圧ですね。例えばポンプしすぎた、圧がかかりすぎます、容器がバゴーンならないように自動で排圧もしてくれるみたいです。その辺もちょっとね後で確かめてみようと思います。はい、そしたらシャンプーを作るんですが、皆さん覚えていますでしょうか。3の法則というものをね、前にモビルフォーマーでいろいろ試して、1リッターの水に対して必要なカーシャンプーの量かける3を入れて、1リッターで割るとちょうどいいですよっていう法則を見つけたんですよね。でこのウィルソン淡路立てシャンプーでいうと、10リッターの水に対して 30ml 必要なんですよね。そうなると1リッターの水に対して 3ml でかける3だから9ml 入れればちょうどいいですよということです。これはどうなのか分かんないけど、過去にやってきたものはそうだったので、同じような感じでざっくりになっちゃうんですが、これをこう入れます。で1リッターの水、はい、こんな感じです。ちなみにもっと入りますね。今半分ぐらいです。表記は 1.5 リッターまで表記されてるんですよね。 1.25 までしか入れちゃダメですよっていう記載が説明書にはあります。そしたらこれをポンプアップして、こういうことが起きるんですよ。だからロックをしておきます。でこれやりすぎると排圧弁効いてくるみたいなので、ちょっと一回めちゃくちゃやってみましょうか。もうね結構パンパンですよ。ほら、あれもう排圧効いてんな。だから一気にプシュっていく感じではない。この必要最低限プシュッと抜けるぐらいだから、今すごい頑張ってやっててプシュって抜けますよみたいな感じでやろうと思ったんですが、全然抜けねえなと思ったら、こうちょっとずつこう抜けるみたいですね。だから全部は抜けないみたいなので、ある程度加圧すれば OK って感じですかね。そしたらちょっと使ってみましょう。はい、そしたらここに吹きかけていきます。どんな感じなのかいきます。おいおい、はい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 。あ、すごいじゃん。結構幅広い。幅もいい感じ。あ、ちょっとなくなってきました。
あ、いいね。何がいいかって幅が広い。もう一回いきますね。ほら、ボディ全部いける幅。モビルフォーマーとかダイソーのやつはもっと点だったんだよね。ちょっと後で比べてみたいな。はい、その前にこれですね、ミキサー泡の違いがねこれで変わるみたいなので変えてみようと思います。今グレー中間が入っているので、一番太いやつオレンジをロックしろっちゅうね。こう配圧ちゃんとしてくださいね。僕今やったんですけどちょっとまだ残ってます。これを取って一番大きいオレンジに変えます。そうするとシャバシャバなんかな、こんな感じです。それちょっとこれポップアップしてかけていきます。はい、そしたらオレンジの方いきます。ちょっと加圧足んなかったかな。こんな感じですね。やっぱさっきよりね落ちるの早いな。けど結構きめ細かい泡ですね。で、この流れていくスピードを見ながらこんな感じですよと。で緑に変えます。はい、そしたら緑に変えました。でこれでスプレーしていきます。確かに濃いか。さっきよりかは、ベッタッとした感じ、濃い感じはあるけど、泡の感じがすごい変わるって感じではない。泡の質はオレンジも緑もすごいきめ細かい泡で、モコモコした感じになるとかではなく、単純にドロッとした感じっていうのかな、違いは。だから思ったよりそんな言うほど違いはないけど、確かに濃い感じはするって感じです。はい、そしたら他のモビルフォーマーとかと比較していこうと思います。はい、そしたらこの4つで比較していこうと思います。これがダイソーですね。200円かなに綿みたいなのを入れて改造したやつですね。でモビルフォーマー3000円ぐらいで、グロリアが多分これ5000円ぐらいしたと思います。で IK がこれぐらいです。でポンプアップ同じ回数して、どんな感じの泡なのかっていうのを比べていきます。でシャンプーは同じ希釈率で全部1リッター入れました。そしたらこのポンプ、このモビルフォーマーとダイソーの方はすごい似てます。鉄の棒みたいな感じで、どっちの方が疲れるかって言われたら難しいな。だけど安定性はちょっとないですね。で FM10 の方がこの棒が長いし太い。 IK は太いね。でこれ太いから結構安定するんですよ。やりやすい。しかも IK は持ち手もちょっと大きいのでさらにやりやすい。この4つで言うとポンプアップしやすいのは一番 IK かな。この2つがね結構やりやすいです。で FM10 はすぐ硬くなるんですよ。反発がすごい。その分圧が入ってんのかな。結構入ってるか。けど IK はね結構比較的柔らかい。でモビルフォーマーとダイソーの方も柔らかいんだけど、そんな変わんねえか。けどIK は確かにねここがねすごい押しやすいっていうのがあります。FM10 も押しやすいけどね。とりあえずちょっと全部圧を抜いて、同じ回数プッシュして、泡の違いを見ていこうと思います。こいつ配圧ねえじゃん。はい、そしたら40回ポンプアップしていきます。12390、40回終わりました。そしたらダイソーのやつからかけていこうと思います。はい、そしたらいきます。はい、こういう感じですね。だから結構点なんですよ、このダイソーのやつは。幅広く広がんないっていうか、けど泡はかなりきめ細かい。 DIY だとは思えないぐらい。久世さんすごいな。点っていうかかなりいびつに泡が飛んでいくので、全体的にかける時に使いづらいかもしれないがダイソーです。はい、そしたら続いてモビルフォーマー1234、はい OK。 そしたらいきます。あれなんか真ん中弱っ。固まってんかな。でもう圧も結構抜けてきました。で泡はすごいホイップ状の泡違うね。さらにすごい細かい泡ですね。けど圧が弱くなってくると点になってくる。これはしょうがないかな。で最初も結構広く出たんですが、ちょっと真ん中が薄い感じになっちゃいました。もしかしたらちょっとフィルターがダメかもしれない。そしたらFM10 いきます。12341234124。何怖っ。配圧されました。もうマックスみたいです。びっくりした。こっから出てきた今。やりすぎちゃった。いや笑い事じゃないよ今。めっちゃビビった。めっちゃびちょびちょになったんだけど、びっくりした。40回もできなかったです。もう圧マックスなので FM10 ちょっとやっていきます。はいはいはい。
結構幅広いね。広いけどちょっと柔らかいね。で、量も結構出るけど圧が結構早めになくなる。なるほど。違うね。結構柔らかめだね、モビルフォーマーとかと比べると。だけどかなりの量出ますね。これはこれでって感じですね。はい、そしたら最後 IK いきます。1234567 OK。そしたら吹いていきます。違うね。幅の広さは FM10 と同じぐらいですね。結構幅広めけど泡の量が、FM10 の方が圧を溜める量が多いのかな。で泡の感じもモビルフォーマーとかダイソーと比べるとかなり柔らかめの泡ですね。今これ中間なんですが、なるほどね、違いあるね。この幅広いのはいいね。圧の持ちがやっぱ違うかも。そこ比較してみよっか。そしたら配圧弁を使って圧を抜きます。で30回ぐらいかな、やっていきます。1、2、20、30。プッシュした感じは今30回やって圧倒的に FM10 の方が重いです。反発力がある。でこの棒の長さが FM10 の方が長いのかな。だからなのかちょっと圧が入りやすい感じがするけど IK の方が軽い。これ同じぐらいの圧で軽さが違うんだったらIK いいなと思うんですが、IK 根本的にかかってる圧力が少ない可能性もあるので、同時に噴射して違いを見ていこうと思います。いきます。じゃん。ってな感じです。ということは FM10 の方が圧がかかってるっていうことなのかな。多く出ますね。けどその代わり最初 FM10 はちょっと薄い感じ、かなり霧っぽい感じで泡もちょっと柔らかい感じがありました。で後半圧が低くなってくにつれて FM10 は泡が濃くなってきた感じ。けど IK は結構一定だけど、やっぱり FM10 と同じ数プッシュした割には早めに止まっちゃったかなといった感じですね。そういった違いあるみたいです。じゃあ1回と5回の違いとかちょっと見てみようかな。はい、そしたらポンプアップ今圧全くない状態です。例えば5回にします。12345用意スタート。はい、全然出ません。5回ぐらいじゃもうほんと意味がない。じゃあ続いて10回圧全部抜きました。12345678910用意スタート。これも意味ないね。どれぐらいやっていいのかね、正直分かってないんですよ。だから、最低限これぐらいはやっておきましょうよっていうのを見つけたいって感じ。そしたら15回いきますか。よースタート。これもダメだね。続いて20回。1、10いきます。これも全開じゃないですね。さっきよりは良くなったけど。続いて25回。1、15いきます。25回もちょっと少ないね。じゃあ次30回。1、2、10いきます。これぐらいか。だけど弱いね。まだちょっと全開っていう感じじゃない。35回いきます。1、2、4、5。これぐらいは必要だね。35回は必要ですね。それ以下だと、20回とかでも出るんだけど、そういうちょっと弱い感じになる。35回ぐらいまでいけば結構広い範囲で出てくれるので、最低限35回ぐらいまではやっといた方がいいのかなといった感じです。そしたら、今4商品、いろいろ試したんですが、どれが一番大変か疲れるかを僕ではなく若葉ちゃんにやってもらおうと思います。新鮮な気持ちでね、やれば分かりやすいと思います。若葉ちゃんに一回ちょっとやってもらいましょう。じゃあ単純に端からポンプアップがどれが一番疲れるかっていうところを検証してもらいます。一旦抜きます。じゃあさっきの35回にしますか。そうだね。じゃあ35回にしようか。ほんとこれ疲れるなみたいな、ほんと感覚的なところでいいや。ちなみに文庫本より重いものは持てないので私そしたら行きましょうか。よーいスタート。あんまり疲れない。あんま疲れない。35だったらそんなに疲れないみたいです。いきまーす。はい。疲れた。
なんか先にやった分のなんか蓄積あったんじゃない？そんなことない。いやこっちは圧がかかってる感が少ないんですよ。でもこっちは多少の抵抗がある。なるほどね。あとここがちっちゃいのでやりにくい。そっちもちょっとちっちゃいよ、ダイソーも。中途半端大きさがなるほどここがって感じかな。そしたらまあそれね、そっちの方が重いかんね。いきます。はい。無理。無理じゃねえよ。今何でも回？ 35やりましたよ。今35いった？でもこれ以上できないです。もうきつい。きつい。大変重い。15回目ぐらいからもう重ってなってた。確かに重いよね。けど1回でさ、すごい圧が入ってる感じしない？逆に。そう、すごくちゃんと圧がかかってる感はすごくある。あるよね。でさっきもさ、ちょっと長かったじゃん、出てる量数が。っていうことはやっぱ1回の圧がすごいかかるんだろうね。なんで圧力がちゃんとかかっててほしい人はこれがおすすめかもしれない。でもあんまポンプアップ逆にしなくていいっていうところだよね。35回もやんなくてもいい。まあそうですね。時短になるかもしれない。さあ、これがやりにくい、すごく。ああ、確かに。いきまーす。痛い。おいおいおい、痛い痛見てる方が痛かった今。何してんの？じゃあもう一回やります。だけどまあそこが大きいことによってそれありえるってことだよね。そうですね。逆に痛かっどんくささ出てる。た。やばいやばい、早々にバレちゃう私のどんくさいところが。いきまーす。ああ、疲れる。疲れる。これより重い。嘘。体感。しっかり圧がかかってる感がすごい。確かにね、最初の2個棒細い分軽い感じはねまだあったよね。その2つに比べると。そうですね。こっちの2つの方が軽い気がする。あ、でもなんですっごい時間かかる。ちょっと置いたらめっちゃ重くなった。重くなった？そっちは重い？重い。こっから先が。なるほどね。痛い。嘘ですよ。そんなちょろっとだよ。そこ挟む？どう臭いんで。体力的な問題も若干あるかもしれない。まあそうですね。もう完全に疲れ切ってるから。体力を持ってかれたかもしれない。まあ確かに FM10 と IK がまあとりあえず疲れるといった感じですね。ちゃんと圧力がかかってる感が味わいたい人はこっちの2つがいいかも。じゃあ1回さちょっと4つでさで2人で同時に35回やってどれが先にさ圧がなくなるかちょっとやってみない？ダイソーとモビルフォーマーはさ軽いじゃん比較的。けど先にさピュンってこうなくなっちゃったらさ意味がないじゃん。圧力がちゃんとかかりきってないってことですね。そう、まあ、そこはちょっと試してみたいよね。ちょっとそれ最後やって終わりにしますか。はい、圧は全部抜けてるよね。抜けてます。 OK。 そしたら35回いきます。せーの、1、2、5。そしたら対決しますか。やりましょう。そしたら同時に吹いていきます。はい。でもう届かなくなりましたみたいなったらもう置く。もう出ないなじゃなくてですか？なるほどね。ここら辺でボコボコボコってなってるぐらいはもうほぼ出てないじゃないですか。ね。じゃあそれでいきましょう。はい。よーいスタート。やっぱそっちちっちゃいね。点だね結構。映ってないかもしかしたら。量は多分こっち2つの方が多いわ。泡出てる量。はい、もう終了だなこれ。これはもう出てる。出てるっちゃ出てる。出てんの？まあこれもそういう感じだと出てるっちゃ出てるけど、まあ出てないですし。でももうこれで終わりだな。それ長いね。いやもうダメだな。出てないだろこれは。それは出てない。出てないな。もうこれは出てないですね。出てないね。まあ長いのは FM10 とダイソーが一番長かったかな。けど FM10 は結構幅広くかけられるんですよ。だから出てる量も多いんですよね。でダイソーは長いけど結構点だから、まあ、結構こう動かしながらやんないといけないとか、そういうデメリットは逆にあるかもしれない。幅はやっぱこの2つ IK と FM10 の方が幅は広かったです。大きい車はそっちの方がいいかも。確かにね。こっちはちっちゃくて、あとはあんまりお金局所的とか、ホイールだけに使うとかだったらいいかもしれない。大きいワンボックスとか一気にかけたいってなるとこっちになってくるのかなって感じです。終わり。
はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回は IK のホームプロ2、こちらのレビューという形で、最終的に4種類、いろんなものを試してみました。で、使ってみた感想で言うと、これ大きく分けて2タイプかなといった感じです。モビルフォーマーとダイソーの改造版の方、比較的コスパいいです。安いです。特にダイソーの方は200円にちょっと改造するだけかなり安いです。で、長く出てくれます。けど、こっちの2つは、特にダイソーの方なんだけども、結構ピンポイント、点でバーって泡が出るタイプなので、ボディとかにはちょっとやっぱ向かないかなっていった感じです。で、モビルフォーマーも最初の方はふわって出てくれるんですが、ちょっとするともうすぐ点になっちゃうので、ホイールとかそういうところの方がいいのかなといった感じです。で、こっちの2つ、IK とグロリアの方は、ボディに使ってった方がいいのかなと。結構広い範囲吹いてくれるので、非常に楽だったなといった感じです。で、IK、今回初なので、こっちの感想を言うとしたら、かなり飛び散らない。横幅もあんまないんですよ、逆に。もちろんこの横に変えることはできるんですが、しっかり縦に設定したら、縦にしっかりバッて吹けるっていうのかな。そこがなんか泡の感じが綺麗だったいった感じですね。で、このグロリアの方もかなり長く吹けるっていうのと、ポンプアップ少なくて済むっていうところあるんですが、幅も広いけどちょっと横にもファーって飛ぶなっていうのと、ちょっと泡が薄いかなって思う部分がちょっとあったかなっていうぐらいです。なので皆様この動画を見て、自分だったらどれだな、これだな、あれだなとかあれば、ちょっと参考にして買ってもらえたらいいのかなといった感じです。ちなみにこのモビルフォーマーの方は専用の洗剤があります。それを使ってないのでアドバンテージっていう感じはあるかもしれません。こっちもね結構詳しく他の動画でやっているので、モビルフォーマー気になる方はまた別の動画を見てもらいたいなと思います。他のねもうほんと動画ボンボンやってます。これもやったしこれもやってるので、気になる方はそっちの動画を見てもらいつつ、この IK は今回ちょっとメインとしてやってみましたといった感じです。それと金額ですね。こっち2つは5000円台だったかな。金額は張るので、そこら辺も含めて選んでいけたらいいのかなといった感じです。はい、とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週。